皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年最初の動画なんですけど、去年の末に撮った動画が編集が間に合いませんでしたので、新年最初の動画はですね、去年の末の動画になります。2本目から2024年の料理になりますので、よろしくお願いします。では去年末の動画ご覧ください。どうぞ。年末一番網です。よいしょ。うわ、でかっ。多分今まで自分が見た中で一番でかい。この太もも、ちょっとこれもう太ももサイズ、女性の太もも。こちらはキビレージの意外に美味しい。あとは農館ですね。おー、ダブル。バカゲタ。あら、バカデカ赤ゲタ。意外でしょうか、ダブル。がもうめちゃくちゃ寒いですね。数年ぶりの寒さじゃないでしょうかね。クリスマス前から異常に寒いです。あまりの寒さにね、エビなんかも拾ってるうちで仮死状態になっていくんですよね。できるだけ早く拾わないといけません。魚とかももうどんどん仮死状態になっていって死んどんじゃねんかと思う時ありますね、本当に。ヒラメもですね、ずっといるんですけど、なぜかわからんけど2回連続で撮影できず、カメラ持って行った日に限ってヒラメがいないんですよね。今日はでも1番目からなんとダブル、幸先いいですね。こんなんね、こんなん見分けつかんでしょ。木かおこぜか。イオスダレガイです。これもうめちゃくちゃ湧いてたんですよね。もうこれで網が上がらんくなるぐらい。普通のオレンジのスダレガイと一緒で美味しいということを知って拾おうと思ったらいなくなったんです。貝なんかもちっちゃいのが。よし。クラゲいつまでいるんでしょうね。小石がね。観光漁業へ行く人たちはそういう商売をしてる人がいるんですけど、船の上でお客さんに石金の味噌汁とタコ飯を作ってあげるらしいんですよね。その石金の味噌汁が誠に人気らしいです。甘いんですよね、これで出しとると。今日はそれ作ってみましょうかね。すだれ貝も見えてますね、ちょこちょこ。拾ってみましょうかね。ここにも。これでもスープ作れそうですね、この長ペースでいてくれれば。見てください、あまりの寒さに仮死状態。初めてこれを見たときはもう死んじゃったのかと思ってクーラーボックスの中寝れてました。今日はまだあったかいんでしょうね。車庫が伸びてません。車庫がね伸びるんですよね。もう万歳してほんと死んだようになるんです。それも捨てちゃってましたけど、あれは惜しいことしましたね。仮死状態です。さっきは動画多めのところやりましたけど、今回は多分芝エビが多いと思います。よいしょ。
こいついるかな。ゲタ狙ったんですよね。ナマコ、ゲタとナマコを狙ってみましたけど、来ましたね、味噌汁用の下に。まあ2人分いればいいんで、2匹いればもう OK ですけど、まあもっともっと取れると思います。石が赤かと思いましたけど、残念、赤ではない。チューしてますね。まあこっちがお尻なんでしょうけど、こっちが口かな。イオスダレガイがいると思うんで、これガサがね全部イオスダレガイだったんですよね。本当に山盛り。あと自分が YouTube 始めた時は前回の動画で言いましたけど、これが山盛りだったんですけど、もう減りました。イオスダレガイいませんね。ほらな、拾えませんけど見えますね。ないわ。意外に芝エビが少ない。もっとうじゃうじゃいたんですけど、風がクリスマス前に風が吹いたんで、それでちょっと飛んだかなって感じですね。散ってる感じがありますね、エビが。ダレ貝のスープの中に入れればさらにいい出汁が出るでしょうね。おっと、海苔に飛び込む。お、もがい。台湾かでも嬉しい。2つだけです。2つだけじゃ寂しいですね。なんか他にいてくれればいいですよ。赤ゲタとか。海苔の方来るとイオスダレガイがいないんですよね。ちょっとあの数ではまだスープには足りないんで、まあ平らぎ入れてみたりしましょうかね。もう数万個向いてると思いますけど、数万で済むんかな。10万以上いってるんじゃないかな。黒真珠は未だに見たことありません。これスープの中に入れてみましょう。このまま入れてみましょうかね。エビ少ないって言っても25分かかりますね、夜の。さらにエビの少ない方にちょっと行ってみます。しんどいって腰が痛いんで、1番目にヒラメ来て以来来てないんで、そろそろ来てほしい。ちょっといい時間帯じゃないかな。いるようにないですね。気のせいかもしれませんけど、
こくる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 待ってたら寝られて出てくるんですよね。なんとなくその空気感が漂ってるんですけど、でも少ないな。ちょっとでも練ってみましょうかね。ただ車庫取って年末とはいえどれぐらい値段がつくのかがわからない。残念ながら曇ってしまいましたね。曇ると車庫出ないですよね。車庫はちょっといまいちですね。一応見えたのは見えたんですけど、ね、いくらか見えてるんですけど、小車庫ですね。また正月明けにトライしてみましょうかね。今日こう曇っちゃったんで、曇るとね、ほんと出ないんですよね。晴れの日しか出ないんですよね、車庫。曇りと出るって言ったらもうよっぽどのことです。で、かわしたら晴れるというね。どっちやねん。うわ、なんかすごいもんが、めちゃくちゃすごいもんがいるじゃないですか。これはちょっとびっくりした。しびれた。これはしびれた。ほんと何年ぶりやろ。すごいもんが落ちてくるかと思いますよ。あれ、気のせい。すみません、気のせいだったかもしれない。あれ？マジ気のせい。あー、いた、すごい。なんかわかりますか、皆さん、これ。すごい。マジですごい。以前食べる動画を上げましたけど、いや、そういうすごいもんが入る網はゲタもおるし、なかなかいますね。カニもおるし、いや、これサムネじゃな。これはすごい。これサムネですね。すっごいもんが当たりました。一気に赤ゲタまで出てきて、すごいですね。で、これはすごいですよ、本当に。これは本当すごい。何年ぶりか見ましたね。こんな、おそらくエロビデだと思いますけど、こんな昭和のもんまで乗ってね。YouTube 始めた年にね、食べる動画上げたんですよね。これ誠にうまいですね。本当にもうヒラメとカレーのちょうど間ぐらいなんですかね。甘くて歯ごたえがあって、歯ごたえもカレーの歯ごたえとヒラメの歯ごたえと違うと思うんですけど、カレーはコリコリでヒラメはちょっとモチモチした感じだと思うんで、そのちょうど中間ぐらいで、身はちょっと甘めで本当に美味しいんですよ。これ干しガレー。この干しガレーなんていう存在をそもそも近所の料理屋さんもそこに通っている人たちも知らなかったんでね、需要ができたんでしょうね。あの時から言うと値段4倍か5倍ぐらいになってます。ゲタまで多くても車庫は残念ながら出ませんでしたけど、
ルブラウンだ。すごい。シャコも多くはないですけど、晴れたらちょっと入りますね。いい時間にはね、こういうもんも見えたり。でもなんか赤げた見えてるな。重くこさしすぎましたね。間が作りすぎました。これは良くない。よいしょ。これはもう忙しい。エビの入りまでも全然違いますね、今までと。本当に潮の開始よりも走り出した後の方が12月の後半中盤過ぎてからよう入るようになりましたね。本当にあと1枚ヒラメがいてくれたら超嬉しいです。おお、大だこ。中型来ました。やったね、これはすごい。小でも十分すごいけど、中なんかほんとすごいですね。そもそもこんな丘の方中がいるとかじゃないんですけど、今日は自己ベハンも多めです。シャコがね、がっつりは出ませんけど、出てるのは出てるんですね。これなんか小ですけど、小だけどまあ一応出てる。好きですね、やっぱり一緒にやれたらもうすぐカニの方行くんですよね。イイダコなんかもそうです。もう匂いがするんでしょうね。カニが嫌がってます。最後にエビ拾いはもう大変なんで、ちょっとエビの少ないさらに丘へ。もう寄島の港すぐそこです。ここなら童顔はいてもガラとか芝は少ないんですぐ片付けれます。ではラスト見てこれで帰りましょうってなんか見えてますよね。やったのではいつも最後来てちょうだいって言ってますが、来ないものが来たので、もうワッサン暴れてますけど、ああ、しかも綺麗。めちゃんこ綺麗、めちゃくちゃ綺麗。これね、大きさははっきり言って関係ないんですよね、値段。厚さと綺麗さなんですよね。これは綺麗。で、夕方なんでまたこんなでっかいゲタがいたり。やりましたね、ラスト。嬉しい。寄島の港の沖でラストヒラメが取れました。では帰りましょう。もうすぐそこなんで楽です。お疲れ様でした。絹は桁にしては多めです。あまりにもすぐそこじゃけん、早めに言ったんよ、3時20分で、それよりも早く着きました最後の網取ってから20分で片付けも網の洗うものも終わって、高級に砂エビはそのずっしりが3つ。重い、もう腰が痛い。エビ拾うのが、砂エビはこのずっしりが2つと、あと小エビが1つずっしり、あれだけ撮影できなかったヒラメが3つ。なんとヒラメ撮影できましたけど、やりました動画
そこそこ。あ、シャコはそこそこ使そうなんよ。多分な、う。うん。出ると思うよ。多分あの後出て、ちょっと出そうかなと思った後出て、出たんやと思うよ。そこばっかりしょるとおったけど。でも自分は、車庫のとこやらずに移動したんよ。多分行っちゃったらな、これ山盛りいけると思う。すごいじゃん。嬉しいことで。まあ来年ですね、1月うん。取れたらいいなと思います。来年取れたらいいね。で、なんとな、こんな珍しいものがいまして、なんじゃこの。あ、ちょっと見たことねえかまたらじゃが。な。まだYouTube を上げた時は、YouTube 行ってあげたんよ。まだあなたが OL をしようところですね。お手伝いになって初めてじゃない？なんすかこれ。干しガレ。あ、こっちからこんな色だったっけ？激レアフィッシュ。めっちゃうまの。すごいな、なんか派手じゃない。これ迷彩柄じゃん。これを食べたいという久しぶりみたいな。干しがね。問い合わせが来るようになりましたね。まあめったに取れるので。そういった時しか食べない。一時しか食べれませんけど、はい。料理屋さんに行くと思いますので、ぜひ料理屋さんに行って言って YouTube 上げた時にはもう終わっとるか。行きつけの料理屋さんに干しガレ絶対よろしくって頼んどいてください皆さん。そのうち入るかも。これと銅満な、うん。銅満を頼んどいていただければ、そのうち入荷するかもしれません。ほんまに。どうしたらローマンガに見てもらう。もう年取ってないな。誰も他の人も取ってないな。本当にヒラメとも違う、カレーとも違う感じをね、もうぜひ味わっていただきたいです皆さんに。今日は石金の汁をねしましょう。あとすだれ貝とか取ってるんで、すだれ貝と石金の汁のちょっと食べ比べをしてみましょう。違う出汁が出て、石金は本当甘い出汁が出るんですよね。2種類。はい、どうぞ。ありがとうございます。皆さん今日もお疲れ様です。ハードワークご苦労様です。イオスダレ貝で平木が出てきましたけど、この第二貝橋で美味しいですよね。イオスダレ貝でお味噌汁作ってみました。こちらはね、観光漁業って言ってお客さんを乗せていくその漁業をする人がいるんですけど、まあシーズン秋のシーズンだけですけど、で大人気の石金の味噌汁です。これめちゃめちゃ人気らしいですよ。これ目当てに観光に来る方もいらっしゃるそうです。これとね、タコ飯を出すんですよねみんな。甘い。石金で出しとってなんでこんな甘いんですかね。この味噌のバターが出て甘くなるんでしょうか。本当にね、甘いんですよね。甘い、なんかコクがあって甘い感じなんですよね。こちらはイオスダレ貝。出汁の感じが全然違う。石金の方が美味しいかな。やっぱりなんか石金の方がコクがあって甘い感じですね。これは本当に貝だしの、もちろん美味しいんですけど、めちゃくちゃ観光に来る人が石金の味噌汁を目当てに来るだけあって、やっぱりこれはやっぱりめちゃくちゃうまいですね。なんでなんだろうね。石金は渡りガニより石金の方が好きだっていう人がいるぐらい、渡りガニとは違って石金は身がね、まあこれ好きですが、渡りガニよりやっぱり身がね甘いんですよね。渡りガニコリコリしてますよね、石金の方が。濃い。やっぱちっちゃいからでしょうね。渡りの大きいやつより味濃いですね。まあ問題はちょっと硬くて食べにくいとこが難点なぐらいですかね。ここは一番美味しいでしょう。甘い。渡りより甘いです。皆さんも石金でお味噌汁作ってみてください。すだれがおすすめです。今回もご視聴ありがとうございました。にゃんこ先生枕にした。にゃんこ先生枕。